こんにちは。今回からチームソニックレーシングをやっていきますよ。ストーリーを1動画でチャプター2つぐらい消化しつつ、コースも1動画で7コースぐらい紹介する予定です。急なクロスワールドのテストで予定が崩れたものの、やっぱりこの作品は振り返っておきたいですからね。テイルス・ナックルズとそこへ向かっているところなんだ。グランプリレースの招待状？私たちには何も届いてないけど。ドドンとの登場。次回作でも背景や一部説明画面でも登場が刻認されています。本作のインタビューによると、レーシングシリーズのキーキャラクターとして作ったとか。本当に君が最速なのか、ぜひ証明してみせて。もちろんソニックは最速だよ。ところでそのグランプリレースってどういうレースなの？届いた招待状には詳しいことは何も書いてないけど。諸君らは細かいことなど気にしなくてよい。重要なのは諸君らは仲間と共にチームを作り、我が輩の持つ最先端テクノロジーを駆使した最速マシンで優勝を目指せばいいんじゃよ。どうじゃ、挑戦してみたくなったかの？なんかはっきりしないのよね。それに喋り方といい、言ってることといい、どことなくエッグマンっぽくない？ああ、どこの誰かもわからねえが、見るからにうさんくさい。ちょっと言い過ぎな気もするけど、こうも一方的にいろいろ言ってきてはうさんくさいというのは仕方ない気が。最速マシンってのには興味がある。どんなすごいマシンでレースできるのか見てみたくないか？とりあえず行ってみようぜ。何かあっても俺たちなら大丈夫さ。賢明な選択ですな、青いハリネズミ。さあ、そうと決まれば我が輩の船に乗って出発じゃ。第一レースを行うプラネットウィスプへ。なんか面白そうだな。僕も一緒に行っていい？もちろんじゃよ。君のような大きな猫くんのデータも欲しいところだったんでね。リクが行くなら僕もついてきちゃおう。エミも行くじゃお。これでエミーたちもチームとしてレースに参加できるね。クリームは今回不在なので、チーム入りならず、代わりにこれまで出なかったビッグが加入しましたね。ようやく準備は整った。あとはレーサー。とりあえずコース総数に対してレーサーの方が少ないため、一巡するまではキャラが別になるようにします。マシンも一音半回転まで表示します。ソニックはマシンの形状をデフォルトにし忘れたので変えてます。グランプリレース初戦の舞台となるウィスプサーキットへようこそ。なあ、優勝すればレースで乗る自分のマシンをタダでもらえるって話、本当なんだろうな。だったら絶対負けられねえぜ。考えすぎかもしれないけど、なんか怪しいんだよね。本当に大丈夫かな。第1コースはウィスプサーキット。基本的なサーキットですが、終盤に3分岐があります。コースギミックとかもないため、レースを通して基本的なシステムとかについて説明していきましょう。ロケットスタートは各カウントに合わせてアクセルを踏みます。ただし視覚的に分かりにくくなっているため注意。一応振動後あるタイミングで押せばいいため、コントローラーが振動対応していれば問題なくできると思います。ない場合はドンという音と同じぐらいです。見せるわよ。準備はいい？ビッグ。大丈夫だよ。バッチリ。さあ、行こうぜ。味方の後ろに黄色いラインが見えますが、これに一定時間乗った後に離れるとラインブーストになります。注意として、チャージが1段階も終わってない状態で離れた時は、その場でリセット同様のタイミングで途中で味方の中のトップが変わると、その場でラインが消失し失敗となります。
成功すれば、時間に応じて、最高で3段階までの強化が施されたブーストがかかります。次に紹介したいのが、アイテム転送。アイテムを持っている場合は、味方に送ることができます。名前の通りに思うと、アイテムがそのまま送られているように思えますが、アイテムは、受け取るタイミングで抽選されるため、順位に応じたものを受け取れます。また、もらえるアイテムで回数が複数使えるものだと3発に増えるおまけ付きです。基本は、そのまま使うよりも、一度交換を挟む方が有利ですね。もちろん、3個もらって2個使ってから送ることもできます。これで、アイテムを切らさずに使っていきましょう。アルティメットブーストについてですが、今使った技ですね。アイテム転送やラインブーストのような強力アクションをするたびに、マシンの後ろにあるゲージが溜まっていきます。満タンになると、顔アイコンの背景が光りますので、これ以降は、任意のタイミングで発動可能。使用中無敵となりますが、かなりの速度が出るため、制御が難しく劣化すると即解除。チームメンバーが同時に使用した場合と、発動中、敵にぶつかった場合は延長されます。同時にと言いますが、基本は CPU が発動を合わせるので、特に意識しなくていいです。ただし、稀に CPU が勝手に発動することがあるため注意。無理に合わせてもコースアウトしたり、アイテムがない時の防御手段として使えないと大損なので、タイミングをずらすことも時には大事です。そろそろレースが終わるので、一応、最後に解説を。3分岐は右側一択です。アイテムも取れるし、インコースと選ばない点がないです。ただし、イーグルというホーミング攻撃してくるアイテムは、この分岐で別の列から撃たれた場合は、即座に壁に当たって消えてくれるので、もし、分岐の少し前で持っている相手を抜かした場合は、あえて左に行くとかの手ですね。勝敗は、自分のチームの全員のポイントに応じて決まります。レースに勝っているように見えても、普通に負けることがあるので注意。まあ、個人で1位を取っていれば、別のクリア条件が満たせるので、ストーリーを進めるだけなら問題ありません。最初にしてはまずまずのレースじゃったぞ。しかしまだグランプリレースは始まったばかり。果たして何人が最後まで残れるかな。その変な笑い方、まるでエッグマンじゃないの。なんだか怪しいわね。勝つも負けるもマシーンはチューニング次第じゃぞ。次はエミーを使ってみましょう。エミーはソニックと比べると若干スピードが低い代わりにアクセルやハンドリングが高いため、スピードを持ちつつも使いやすく、結構初心者にもおすすめです。やっぱりこのグランプリレース、なんだかおかしくない？普通突然現れて危ないレースはいつものことでは。まあ、そっちだと自分から参加しに行ってはいましたが。僕もエミーに同感だね。この高度なテクノロジーが施されたマシーンといい、計算されて作られたレースコースといい、一人でできるようなことじゃないと思うんだ。エッグマンが裏で絡んでるんじゃないかな。そうかな。僕には悪い人には見えないけど、だってこんなにかっこいいマシンを貸してくれるんだよ。そこの大きな猫くんよ。我が輩のマシンが気に入ったのなら、後でカスタマイズしてはどうじゃ。カスタマイズ？何それ？カスタマイズとはマシンを自分好みにチューニングすることじゃ。今はまだできんが、レースを続けて隠された鍵を手に入れればいずれできるようになるじゃろう。レースを続ければ他にもいろんな発見があるはず。中には危険なものがあるかもしれんのう。コースはホエールラグーン、初代オールスターからの再登場コースですね。真ん中を飛ぶショートカットは消えていますが、後半1箇所だけ道が増えています。原作と同じく交差する道での事故に注意。今作は特にアルティメットブーストがありますからね。危険なものって何かしら。でもマシンを可愛くできるカスタマイズも魅力的なのよね。いいんじゃない？いけ
分岐に関してですが、チームなので合わせた方がいいでしょう。まあ、曲がりながらなので、ラインブーストは少し難しいかもしれません。コースは単調なため、システム面の説明の続きでも、チームアクションの一つタッチダッシュを教えます。タッチダッシュは、味方の近くを通ると発動。発動条件はゲーム内の説明だと、止まった状態の味方の近くにある黄色い輪に触れることになっていますが、実は、速度に差が一定以上あれば、どのような状態でも発動します。人同士なら、ブレーキで意図的に発動もできたりしますが、CPU だと、一定以上の速度でぶつかった時ぐらいでしょう。基本的には、味方がダメージを受けた状況をリカバリーするためのアクションですが、実は、発動して一定時間無敵がついています。つまり、事前に被弾を防いだりすることもできる奥が深いアクションですね。当然ゲージも溜まるので、狙える場合は積極的に狙っていきたいです。そのためにも、味方の位置は把握しながら走りましょう。最後のカーブが分岐となっています。海岸側に行くと道ができていますが、ガニガニがいて、パワータイプ以外でぶつかると、ダメージを受けてリングがなくなります。道が狭く回避も難しいので、できればパワータイプで行きたいですね。終点には、確定でインビンシブルが置いてあります。インビンシブルについてついでに説明すると、一部のコースの特定の位置か、たまに普通に出てくるアイテムボックスが、青色の時があり、これらから確定入手できます。ソニックシリーズでいつも見かける無敵アイテムとなり、使うと、一定時間、攻撃を受けません。このアイテムは転送できますが、インビンシブルは、順位に関係なく受け取る側には出てこないので注意。使った場合は、しばらくアイテム欄がロックされるため、アイテム回しができない問題もあります。ただし、任意のタイミングで無敵維持となるため、使いこなせれば強力です。チームメンバーの様子を見ながら使ってみましょう。終盤は、結構チーム順位が怪しかったものの、終盤アルティメットブーストで上がって、見事にチームで勝利。なかなか楽しかったな。自分の足で走るのもいいが、こいつを運転するのもクールだぜ。お魚釣るのと同じぐらい楽しいね。ビッグも大喜び。何よりやっと参戦できたことの方が嬉しいんでしょうね。ってことは否定しねえけどよ。どうにも腑に落ちねえんだよな。僕もだよ。このマシーンに使われてるテクノロジーはかなり高度で、エッグマンの技術にも匹敵するほどなんだ。それになんでドドンパは僕たちを競わせるんだろう。僕らには言えない秘密の企みがあるとか。もしくは金持ちの道楽かだな。道楽そうかもしれんの。諸君らのレースは我が輩を十分楽しませてくれておるぞ。さて、そろそろ次のレースを始めようかの。次のレースですが、グランプリなので省略します。グランプリで走る中から1コースだけ紹介も考えたんですが、時間が今回は長くなりますので、また別の機会に。ヘイルスの言ってた通り、ドドンパのレースマシンは確かにすごいわよね。みんな性能は同じなのかしら。レースマシンには3つのタイプがあるみたいじゃお。ここでおもちゃおが話す以外にも、タイプごとに特殊な仕様とかもあるんですが、それはまたの機会に。どんな障害物もへっちゃらなパワータイプ。タイプによって性能が違うのね。その通りじゃお。そして僕が乗ってるのがどんな道でもスイスイ進めるテクニックタイプ。リングなどを吸い寄せる効果もあるじゃお。なるほどね。すごくわかりやすい説明だったわ。ありがとね。お役に立てて嬉しいじゃお。さあ、いよいよグランプリレースの開催じゃ。仲間と協力し、チーム同士で競い合うのじゃ。そう。何か見つけたらすぐに教えてね。誰とお話ししてるの？独り言だよ。独り言。うん、
アドベンチャー1の時の話かな。わかるよ。僕もカエルくんがいなくなった時、一人でおしゃべりしてたからね。次はサバイバルレース。ルールとかは会話で説明されてるので、そちらに任せますかね。キャラはテイルズを使います。初のテクニックタイプですね。テクニックタイプはアクセルとハンドリングが高く操作しやすいのですが、今作の場合はダートを走っても減速しない上に、場合によってはリングがもらえると良いことだらけ。そこまでスピードが低いこともなく、普通に道にあるリングも取りやすくなっていますが、コースによってはそもそもダートがほとんどないとかで相性が出やすいので、うまく使い分けましょう。今までは遊びだったじゃお。次のレースに比べれば子供の遊びみたいなものじゃ。さあ次は恐怖のサバイバルレースじゃぞ。サバイバルレース？そう、周回ごとにビリのものには消えていってもらい、最速の一人だけが生き残るというわけじゃ。消えてもらうって物騒だな。面白いことになってきたじゃないか。燃えてきたぜ。ドドンパが説明してくれたように、サバイバルレースでは周回時、最下位から順に離脱していきます。離脱した場合は最終順位が適用されるので、序盤で味方が脱落するとかなり厳しくなります。まあストーリークリアだけなら自分が完走すれば大丈夫です。ただし完全クリアには全員を生存させる必要があります。全員で勝つためには正直運も絡みますが、自分が下位に行くよりかは1位を取ってアイテムを常に送り続けてあげることが大事だと思います。一応下位をキープする場合のメリットは、説明まだの用語を出して申し訳ないですが、ライバルテイクダウンが発生する機会が上がるのでゲージ回収が早くなります。そのためアルティメットブーストを早期に発動できる可能性も出てきますね。味方は遅れてないので、今回はラインブーストを破棄してショートカットします。テクニックタイプはこのようにダートゾーンを普通に走ることができますね。当然ラインは追えない位置にできるので、トップの場合は注意。後続の時もラインブーストしない分ゲージの溜まりは悪くなります。マップ見た感じ、ビッグとおもちゃおがかなり後ろなので、こっちのチームはしばらく大丈夫そうですが、負けないようにアイテムを送って補助しておきます。と思ったらゴーストに奪われました。アイテム転送前に取られると結構厄介ですね。あとラインは CPU でも通れるように、あまり急に曲がったりしないように引いておくとよくブーストしてくれるかも。ナックルズは後ろなものの、ビッグがもうどうしようもないぐらい遅れてるので、今のうちにナックルズを上げるためにゲージを貯めます。地道にライン引いたりアイテム交換で増やします。ブーストで引き上げられるので、レース自体の時間が長引かないように今度もショートカットします。コース自体の解説ですが、ドクターズマインはプラネットウィスプの工場エリアのコース、中盤の2分岐は左ルートから正面に進むのがおすすめ。それ以外はトンネルになっており、速度次第では車体がひっくり返ることもあります。コースを移動しているカッターには注意。一定方向に決まった速度でしか動かないので、前もって見ておきましょう。アルティメットブーストの使用位置ですが、中盤の2分岐付近と、その先、ゴール前の上り坂での発動はあまりお勧めしません。理由なんですが、制御が甘いと車体がひっくり返ったり、そのままコースアウトして加速効果がほとんど得られないからですね。今回は上り坂で発動していますが、味方の位置を考慮しての発動です。テクニックタイプ以外を使っている場合は、この序盤カーブで使ってダートを無視するのが一番効果的ですね。迷うことなく使いましょう。コースと相性がいいタイプはテクニックタイプが一番。それ以外はどっちも同じぐらいですかね。パワータイプは敵がいるので役に立つと思いきや、敵が全部ダートゾーンにいるので役に立ちません。ほぼ勝ちが確定ですね。チームメンバーがいないと、そもそもゲージためもできないし、一人でもかければその分溜まるのが遅いので、早期に味方をリタイアさせたくないのはこれもあります。サバイバルの干渉狙いの時の注意なのですが、自分がゴールラインを踏んだ時点で味方の今いる位置での順位がそのまま結果になります。敵が近い場合は自分が後ろを引き受けるかよく見て、全員が3位以内を確認したらその瞬間にゴールしましょう。いいチームワークだったね。
はかなりきつかったわよ。なんで私たちにこんな危険なことさせるのよ。なんで？理由などそんな些細なことはどうでもよい。それより技術的問題点の改善への。何よ偉そうに。テイルスみたいに科学っぽいこと言えばごまかせるとか思ってるんじゃないの？テイルスがそういった話をするのは決まって説明が必要な時だけだと思いますが、まあ全部は答えられないにしても、ここまで色々言われてほとんど答えてないドドンパも色々悪く言われるのは仕方ない気がします。ホエールラグーンは2度目になってしまうので、今回のレースは同じシーサイドヒルエリアのコースであるオーシャンビューに差し替えます。キャラはベクター。これ以外だとフリーライダーズで1回出ただけで貴重ですね。ブレイズとシルバーも今作で初めてストーリーに関われたりで、扱いが非常に良いチームです。久しぶりだな。あんたのところにもこの奇妙なグランプリレースの招待状が届いたってわけか。ああ、内容はよくわからないが気になってな。俺様も興味津々だぜ。招待状なんてもんは知らねえが、とある筋からの情報でグランプリレースのことはバッチリ聞いてるぜ。おお、そんなところにおったのか。さあ、レース場でお仲間がお待ちかねじゃぞ。お前の顔を見たら参加する気も失せてきた。いかにも人を騙しそうな怪しい面構えをしているな。参加する気が騙す気があるかは別として、まあ怪しいのは否定できませんね。賞金を出すんだが、それもダメかの。賞金だと？おい、俺様は参加するぜ。な、お前らもちょっと協力してくれよ。今月ちょっくらピンチなんだよ。またしてもお金のためにレースに出るベクター。でもとある筋からと言っていたように、何か別の目的もあるみたいですが。何が起こるかわからないしな。それにしてもなんだこの胸騒ぎは。さてさて、俺様はガチで賞金を狙っていくぜ。コースを変えてオーシャンビュー、見覚えあると思いますが、トランスフォームドの第1コースですね。あちらと違って変形はないものの、アイテム配置からギミックまで同じなため、経験者は違和感なく走れるかと。コース紹介時の曲こそ変わっていますが、レース中の曲はそのままで、新しいアレンジに余談ですが、クロスワールドでも同様に同じ構成の曲でアレンジが違います。ソニックレーシングといえばこれで決まり。最初のカーブはわざと直進すると別のルートに、ただラインが切れることとアイテムボックスがインビンシブルの一つしかないため、自分より先行したプレイヤーがいるとアイテムなしで進むこととなります。味方に対する恩恵も考えるとあまりいかない方がいいでしょう。原作と同じくアイテムボックスが中央に浮いて折り取りにくいのもおすすめしにくいです。中盤の分岐は左の方がスムーズに進みます。ただほとんどのプレイヤーがこちらに行くので、あえて右に行くことで安全にチャージしたり、妨害を受けない結果巻き返せるとかもあり得るとは思えます。チーム要素があるからこそのメリットですね。うまいことやれば相手のアルティメットブーストにも巻き込まれないと考えると悪くないのかもしれません。そういえばトリックについて説明してませんでした。正式にはスタントですが、シリーズ通してトリックの名称の作品が多いのでそう呼ばせてください。トランスフォームドと同じく空中移動しつつ3段階までブーストを貯めますが、失敗した際のデメリットとしてリングを全て失います。まあリングについては若干速度が伸びるものの、正直そこまで大きな効果がないのであまり気にしなくてもいいかも。どうせ相手から攻撃されても同じことですからね。一応今作の攻撃アイテムは一部硬直が長いため、わざと失敗してダメージをこっちで上書きすると軽減可能です。覚えておくと役に立つかも。一応コースとの相性ですが、どのキャラでもあんまり変わりません。ただテクニックタイプはダートがほとんど存在しないので相性は悪いです。転がってくる岩以外に障害物もないので、パワーかスピードで常に速度を出しながら走りたいですね。素晴らしい。見事じゃったぞ。いいぞお前ら。
さんの見立てじゃどうなんだ。あのドドンパって野郎はよ。うさんくさすぎ。全く信用できないわ。なんとかしてあいつの正体突き止めてやるんだから。なら最後まで勝ち抜かないとな。レースの途中で逃げ出したりすんなよ。何よソニック。ライダーズではデートしようとしたりで必死。この作品だと言われて勝負する気にはなる。クロスワールドだと最初から勝つ気で挑んでたりと変化が面白いですね。脚本というメタな話は別として、この変化はソニックの影響もあったのかな。次はシルバーを使いましょう。スピードだったりフライだったりで安定しないですが、今回はテクニックタイプです。スピードでは違和感があるので、この万能な感じがぴったり。よーシルバー、久しぶりだな。わざわざ未来から駆けつけてくれたのか。ああ、こんな怪しい招待状がわざわざ200年後の未来まで届いたんだ。一応ライバルズみたいに異世界扱いのシルバーもいるはずなんですが、今回は未来設定なんですね。ドドンパが持つテクノロジーレベルって時空科学的には遥か未来の存在であるエッグマンネガがやっと作ってくるぐらいなんですが、この時代でそんなの開発して大丈夫なんですかね。ドドンパさんはすごいんだね。どんだけすごいんだか細かいことはわからねえが、とにかくヤバい力をホイホイ使えるってことだよな。それにあいつの狙いが未だにわからねえってのも不気味なぜ。コースはサンドロード、舞台はサンドポリスですが、音楽はサンドヒル。クロスワールドではもう一つのコースと合併されて部分的に採用されています。時間があるのでしばらくはライバルテイクダウンについて説明しましょうか。またお前と一緒に組むことになるとはな。ああ、俺も嬉しいぜ。もしこのグランプリレースが世界の脅威となるなら、私たちチームで共に脅威に立ち向かおう。はい、俺様も同じチームだからね。いい選択だな。最後に紹介するチームアクションはライバルテイクダウンですね。画面左側のアイコンに気がつきましたか？チームごとの順位が表示されています。これでチーム順位が1位以外の時に自分より一つ上のチームの誰かに攻撃が通るとゲージが結構溜まります。チーム順位に限定されているのが大事で、例えば自分がトップにいて仲間は最下位とその一つ上みたいな状態だとチーム順位として負けることがあります。この時でも2位にライバルがいた場合は攻撃をすることでゲージを貯めることができるわけですね。相手からしたら妨害される可能性が上がるのはもちろん、下手に接近して攻撃を受けたりすると下位の味方も引き上げて逆転されてしまう恐れがあると、かなり駆け引きが大事になってきます。一見追い詰めたように見えて逆転の方法が残されているのがこのゲームの面白いところですね。 CPU 戦でも非常に大事で、味方がなかなか上がってこないという時はライバルチームに攻撃してみましょう。ゲージが溜まり攻撃を受けた相手は順位が下がるので逆転につながるはず。サンドヒルのタイプ別相性ですが、基本的に道は広いのでどのタイプでも走りにくいことはないです。ただしところどころにマートがあるので、テクニックタイプの場合は無視しながら走るとなかなかスムーズに進めます。反面ダートに長時間乗るのはあまりないのでリングは期待できません。パワータイプも結構障害物や敵がいますので、それらを壊して味方の道を確保してあげるのもありですかね。一応道が完全に塞がっている場所とかはないので、スピードタイプでも問題なく走ることは可能です。自分が欲しいと思うものを選びましょう。アルティメットブーストはどこでも有効に使えますが、特におすすめなのがゴール前からその先ぐらい砂の上は減速するのですが、ブースト中は無視して進めるためかなり効果が出やすいです。後半のオアシス地帯から出しておくのも有効で、ゴール後走らない3周目ではこっちの方が有効になりやすいです。ただし砂の上でブーストが切れるとかなりのロスとなるため、そこだけは注意。橋からジャンプするときは正面に飛べてれば問題ないですが、極端に曲がってしまうとコースアウトすることがあるので注意。今のように一度ドリフトを解除、もう一度ドリフトして飛ぶのがおすすめです。ドリフトの状態で飛ぶのは着地後すぐに右に曲がるからですね。波打つ足場の後は左手前に入ると
ショートカット。岩は間隔が広いのでパワータイプ以外でも通れますが、パワータイプなら破壊できるので楽に通れます。先ほどの説明通り、この辺りからブーストしようとしたら、味方がちょっと手前で使ってしまったので、今回は遅らせて発動します。同時発動できてないと持続が短いですからね。素晴らしい。見事じゃったぞ。同着ですが勝利ですね。発動タイミング合わせてくれれば余裕持って勝ててたかもしれないのに。諸君は我が輩の期待以上の結果を出しておる。そこで少々レースの障害を増やすことにする。どうだ、楽しみじゃろ。ちょっとこれまでのレースだって危険だったのに、これ以上やったらシャレじゃ済まないわよ。それが狙いじゃよ。そうこなくっちゃな。このパート最後のレースはサバイバルレース。今度はナックルズを使用してみます。オールスターレーシングだと意外と小柄なマシンが多いナックルズですが、今回は見るからに大きいマシンですね。大きさが変わってもオフロード系のマシンデザインであることは一貫しています。というわけで今んとこ分かってるのはここまでだ。さすがだねベクター。これは役に立つ情報だよ。あとは僕たちが次にどう動くかだけど。おいテイルス、何してんだってベクターも一緒かよ。何コソコソしてんだよ。いやーナックルズ、これはあれだよ、あれって天気の話をしていたんだよ。天気？そんな話して面白いのか？ところでベクター、お前んとこのいつもの連中はどうしたんだよ。ほらチャーミーとエスピオだっけ？できればこの時にチームカオティクス見てみたかったですね。クロスワールドでは無事揃いましたが、かなり待たされました。なんでもいいけどよ、お前らレースに集中しろよ。絶対優勝してあのマシンをもらうんだからよ。コースはロストパレス。オールスターレーシングからのコースですね。本当にわずかな道の違いこそあるものの、オーシャンビューと同じくほぼそのままで走れるようになっています。ガニガニは今回も邪魔してきますが、原作と違いパワータイプだけが対処できるようになっています。スタート地点付近はダートが消えていますので、特に走る位置は気にしなくて大丈夫です。ガニガニをどけるためにもロケットスタートしてパワータイプが先行して進みたいですね。この先は普通に走る区間があるので、その間にパワータイプの説明でも、もうここまで色々見てきてステータスの差からわかる人も多いと思いますが、ブーストが高くディフェンスのステータスも高いです。ディフェンスはいわゆる重さと考えた方がいいでしょう。相手にぶつかった際にこちらの方が押し出されずに済むので、位置取りが安定します。高いブースト力と安定性を武器に序盤の味方を引っ張っていくのが理想的な走り方ですね。またこれまで自然と紹介していましたが、ダイバーズからある障害物や壁を破壊する能力ももちろんあります。今作では壊した際にリングを取得できるようになっていますので、リングを取りつつ後続の道を確保していくためにもたくさん敵を倒しましょう。コースによってはショートカットを分けてあげるのも大事な役割です。ライバルテイクダウンも決まって味方が全員3位まで抑えているので、かなりいい出だしですね。ゲージももう溜まりましたし、これは負ける方が難しいでしょう。ゴール前の分岐ですが左の方がいいと思います。ただしアイテムを飛び越える可能性があるのと、一応ダートを通るので注意。無理そうなら右から回り道をしましょう。左の時はカーブに着地するという結構変わったルートのため、コース復帰時の位置取りが難しいのも注意。実はループ後の S 字カーブも原作と違い壁ができているので落ちないようになっています。地味に優しい作り。その先は普通に壁がないので落下には注意ですね。アルティメットブーストですが正直カーブが多くて使いにくいので防御目的でいいと思います。追い込まれていて逆転する場合に使うとしたら、スタートして少し後の上り坂からループのあたりが事故になりにくいと思うので参考までに。ソニックが使ってしまいましたが、今説明したように特におすすめな場所もないのでそこまで問題ではないですかね。
クエイクが来たのでアルティメットブーストを使います。クエイクは1位の付近に石柱を発生させるアイテム。実は味方が出したものにはぶつかっても問題ないのですが、これを見極める方法はありません。ただ下位にいないと出ないアイテムとなるので、今回のように全員前にいるなら間違いなく敵によるものです。味方のものと分かってもあまりぶつからないように、せっかくの敵には当てれる柱が壊れてしまいます。さて、これでレースの終わりが近いので締めの挨拶を。ご視聴ありがとうございました。クロスワールドのテストも入ったものの、とりあえず撮影が終わっているのでできるところまではと思い先に作ってしまいました。もう少しで発売ですが、それまでに完走してみせますので、チャンネル登録、高評価で応援よろしくお願いします。もちろんクロスワールドも色々投稿していきますので、そちらもお楽しみに。それではまた次回の動画でお会いしましょう。なあタイルス、ナックルズからちょいと聞いたんだが、ベクターと何かやってるのか？ナックルズは天気の話みたいな感じで流していると思いきや、気がついていたみたいですね。オッケー、皆まで言うなって。今のテイルスの返事でピーンときたぜ。さすがだねソニック。さーて、それじゃあまた楽しいレースに行くとしますか。